はい、こんにちは。画家の大塚明則です。今回は絵の上達が伸び悩む人はこんな人っていう話を少ししてみようかなと思います。お伝えしようと思ってるのは3つほどありまして、で、まず1つ目。1つ目は道具の扱い方が雑とは言わないまでも、雑でもいいんですけど、ちょっと道具の適切に扱ってなかったりとか、本質みたいなのを理解してなくて、割と無頓着にというかな、道具を理解しようとしてないっていうところが、多い人っていう感じがします。で、道具を単純にちゃんと扱っても当たり前のことじゃないかっていう話なんですけど、割と道具に対する認識が薄い人ってね、やっぱりちょっと扱いが雑になったりとか、もしくはちょっと、こう扱っちゃうとこういったことになっちゃうよみたいなことをしてる人が多いです。例えば単純に筆を洗うのが甘い人とかだったら、日本画とかだったらね、微粒子の絵の具、墨とかね、ベンガラみたいなすごく細かい粒子の絵の具って筆の根元に結構ね、詰まったりとかするんですけど、筆とか割としっかり洗わないとね、割とそういった絵の具って結構奥から出てくる。で、ババッと洗っただけで、また次の絵の具塗ってる人って、やっぱりその、前に使った絵の具が少しくっついてたりとかするんですよね。そういった風に道具をあまりよく見てないっていうのかな。そういった人が割と多いかなと思います。道具の認識が甘いと、やっぱり確定要素が多くなっちゃうっていう感じがしますね。自分が目的に向かって絵を描いていく。こういう風にしようっていう風に絵を描いていくにあたって、途中でいろいろトラブルみたいなのが起こったりするんですよ。トラブルっていうかな。うまくいかないことが。まあそういったのとかってどういった理由でうまくいかないかっていうものが突き止めるのがちょっと大事だったりするんですけど、その中に道具の扱いがいつまでも認識が薄い雑な人とかってトラブルどうしてこういったことになってしまったかっていうと原因をね絞り込みがいつまでだってもできないんですよね。道具がちゃんと扱えてる人ってこの道具がこういう風になるっていう前提の上で自分の技法を積み重ねていくので、理屈がいろいろなところで絞り込める。で、道具の認識が甘い人って、道具の扱いが雑な人とかって、もうベースでその扱いが不安定なんで、うまく扱ってる時もあれば、ちゃんと扱ってない時もあったりする道具を使ってるんで、いつまで経ってもその、結果にね、何かしら影響が出た時に、その影響の原因がね、突き止めることができないんですよね。その道具の扱う以外にも、自分の描き方だったりとか、いろんな要素がある中、ありますからね。道具ちゃんと扱えてる人は多分もうそこら辺はクリアっていうことで、他のことが原因だっていうことにも絞り込みができるんでね、そういった理由があってね、やっぱり道具を適切に扱うっていうのは割と重要かなと思います。いろんなものの基礎として存在すると思った方がいいかなというふうに考えてます。で、もう一つは、描くときにちょっと脳内に頼ってるっていうのかな。モチーフをよく見てなかったりとか、意外と自分でよく見てるっていうつもりでも、意外と気づいてないところとかが多かったりするんで、モチーフをずっと見てるっていうことだけじゃないんですよ。モチーフだけを見てるわけじゃない。モチーフと画面を比べて、ひたすら確認作業して、いろんなところを確認とかして、違うところを見つけ出すっていうことをしなきゃいけない。例えば分かりやすいお花だったりとか、そのありきたりなものとかで、頭の中でも形がもう出来上がっちゃってるものとかってあるんですよね。そういったものとかってね、意外と見ないでもう筆を動かしちゃうっていうのかな、その鉛筆を動かしてしまうとかっていうところがあって、意外と間違いとかそういったのに気づけなかったりとかするんで、決して脳内に頼らないで、頼るのは本当もう現物と自分の画面とっていうことを本当常に意識しないと、いつまで経ってもね、悪いところが発見できないっていうことになったりとかしますね。僕もね、デッサン学び始めたところって結構、ここら辺って改善するのって時間かかったんですよ。子供の頃とか漫画とかそういったのって、アニメとかが、もう見慣れてるわけじゃないですか。そういったのとかの先入観みたいなのとかがあって、例えば人物で白目とかってもう白い風に考えちゃって、デッサンとかって割と明るすぎに描いちゃうんですよね。で、実際はね、もう奥まったところでね、白目といっても、もうかなり暗いっていうのって見て取れなかったっていうのかな。そこら辺の観察眼みたいなのって、やっぱりちょっと常に自分の脳内を疑うじゃないけど、そういった意識が芽生えてこないとなかなか難しかったりとかするんで、その脳内だけで完了するっていうのをね、できるだけ早くね、脱却してあげるっていうのがかなり重要かなと思いますね。自分を疑うっていうのかな。この自分を疑うっていうことをしない人っていうのがやっぱり伸び悩む要素の一
一つかなと思います。で、3つ目なんですけど、3つ目は、絵の練習とかはね、練習じゃなくても本番の絵とかだったりとかしても同じことなんですけど、枚数とか、書いてる量とかってもちろん上達にはもちろん重要なんですけど、軽い絵を量産しちゃってるっていう人がいるかな。例えばもう何時間もかけてがっちりとしたデッサンと、ちょっと語弊がある、比べると語弊があるかもしれないけど、クロッキーも5分10分のクロッキーとかがあって、で、デッサンを上達するために、たまにクロッキーとかする。でね、意外とね、クロッキーとかで気づくこととかってもちろんあるんですけど、でも何時間もかけたやつ全然書かないで、クロッキーだけいくらやってもそのデッサン、何時間もかけた一枚のデッサンが上手くなるわけじゃなかったりとかするんで、ちゃんと身の詰まった一枚を描いてあげるっていうのかな。そこら辺がすごく重要になってきたりとかすると思います。できるだけね、無駄な量産をしない風に心がけた方がいいかなと思いますね。単純にね、着地点が黒木だったらもちろん今の話は変わってくるんですけど、今のはちょっと一例として思ってください。急がば回れみたいな話なんで、無作為に軽い一枚を量産するんじゃなくて、ちゃんと実のあるものを一つ一つ仕上げていくっていうのが重要かなと思います。例えばね、どんな絵の練習がいいかとかみたいな話とかになるんですけど、自分の、目的が油絵で活動していくことだっていうことだったら、理想は油絵でちゃんとした絵をいっぱい描いていくのが理想なんですよ。ただそれって油絵とか、日本画までそうですけど、本番のやつは時間がどうしても一枚一枚にかかる時間がどうしてもでかい時間がかかるっていう時に、やっぱり他の効率目指して他のアプローチのあるクロッキーだったりとかね、スケッチデッサンとか、もしくはね、違う画材で描いたりとかっていうアプローチもたまにはやってあげると気づくものとかがあったりとかするんで、すごく身になると思うんで、効率上他のやつも混ぜた方がいいっていうことにはなるんですけど、でも他のやついくらやっても目的の油絵がドカンと上手くなるわけではないんで、そこら辺ね、うまく自分の中でバランス取ってあげるといいかなと思います。で、以上の3つ話しましたけど、さっき言ったことをちょっとね、気をつけて意識して、ね、今後の練習とか、絵の活動に臨めば、上達の道は開けていけるかなと思います。はい、ではね、今回はこれまでになろうかなと思います。またこの動画よろしいと思ったら、チャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。